アフィックスの72分の1スケール MiG21 フィッシュベッドの仮組みを行います。前回の長谷川との比較ですね。そうそう、MiG21 の第一世代である MiG21F の比較となる。正直言ってしまうと、第一世代でなければ富士見やエギュアルドで問題ないのですけどね。第一世代は形状が違いますからね。投稿者はエリア88を読んでましたからね。第2世代以降の方がしっくりくるのでは。インテーク口がおちょぼ口で少し小さめ、キャノピーの形状も変わったみたい。胴体の背びれも大きくなっているのね。というわけで、おそらく需要の少ないMiG21の黎明期キットの比較となるわけです。物好きってことですね。各パーツ比較は次の章で行い、形状比較は最後のまとめで紹介するのだ。了解。前回紹介した通り、長谷川が発売したのは1966年のこと。エアフィックスは1967年と言ってたけど。そうそう、1966年に例の亡命事件でイスラエルにMiG21が転がり込む。エアフィックスは事件後に発売されたキットね。亡命機の取材をしているのかな。そこはわからなかったんだけど、エアフィックスの方が実機に忠実っぽい。発売当時はエリアルールを取り入れた長谷川版はかっこいいという評価だったのにね。資料の乏しい時代ですからね。時代が進み、実機の外形が分かり始めると評価が一変したということなのかも。その他のメーカーからは出ているの？では第一世代のMiG21F に絞って紹介するのだ。お願い。先に触れている通り、1966年に長谷川から発売された67分の1スケールとか言われてましたね。このキットは同年 UPC に OEM されて、翌年の1967年に AMT にも OEM されている。MiG21 としては初のキット化ですからね。聞く手あまたというわけね。そして1967年にエアフィックスのキットが出てくる。翌年の1968年には MPC に OEM されてますね。同年、長谷川版もフロックに OEM されている。ミニクラフトやエルズにも OEM されてますね。1973年には LL からも発売された。長谷川、エアフィックス以外が出てくるわけね。1980年にはエアフィックスの日本版パッケージである軍勢版が発売。実は今回のパッケージはこのキット。日本語説明書をつけた国内用パッケージね。1984年には韓国のアカデミーから発売される。不思議なことに長谷川の1分の1スケールでもある。不思議ですね。1999年にはチェコのビエクからも出た。ふむふむ。2004年にレベルから新金型キットが出てくる。このキットも比較対象としてほしいキットですね。最後は本場ロシアのモデリストからで2020年代に発売されたようです。日本での入手は難しそうですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。春角の上を飛ぶMiG21F なのだ。ソ連空軍機ね。では中身を開けていくのだ。胴体、シルバーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。ソ連空軍機、チェコ空軍機、フィンランド空軍機となる。なるほど。部品点数は39点。部品点数は長谷川とほぼ同じね。では簡単にパーツ比較を行います。ふむふむ。まずは透明パーツから。長谷川は後部が透明ではなかったですよね。そうそう、エアフィックスは後部も透明となっている。次は胴体ね。胴体は同様に左右分割となる。長谷川の方が少し長い。次は主翼ね。主翼の大きさも長谷川の方が少し大きい。長谷川は67分の1スケールというのは本当みたいね。ではエアフィックスの72分の1スケール MiG21 フィッシュベッドの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は1パーツのみというか座席のみとなるのだ。ケーキパネルはあるのですか？ないのだ。シンプルなわけね。パイロットはついてますね。どこかで見たことあるパイロットがついている。この人がオリジナルなのかな。次はエンジンですね。と言ってもエンジンノズルのみ。この時点では切り出して終了ですね。そうなのだ。次はエアインテーク口ですかね。エアインテーク口は機種部分となる。今の時点では切り出して終了なのだ。おちょこ口なMiG21の特徴的な部分ね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とエンジンノズルを挟み込んで接着。
貼り合わせたら機種のエアインテーク口をつけるのね。機種に仕込む重りの指定は特になし。 2.5g ほど仕込みました。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなる。くっきり目に入っている。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれにパーツ構成。上下貼り合わせとなる。貼り合わせたら胴体に差し込むのね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなる。主翼はやや薄めのモールドかな。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれにパーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができるかも。枠のモールドがありませんね。実機写真や組み立て説明書をもとにマスキングする感じなのかな。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ですね。前脚は1パーツ構成となっている。前脚とタイヤの一体成形なのね。こちらも胴体に接着するカバーがあるのだ。最後はアクセサリーなのだ。ふむふむ。まずは増装から。長谷川同様に増装は上下分割のパイロンがつくのね。組み上がったら胴体下に取り付ける。次は空対空ミサイルね。ミサイルは R3 かな。こちらも長谷川同様に左右主翼下に1本ずつ吊るせる。昔は AH アトールとか言ったわね。では終わりに総評なのだ。今回はエアフィックスの72分の1スケールミグ21フィッシュベッドの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？エアフィックスの古いキット。モールドは凸モールドながら外形はある程度正しいのかな。実機に関して情報のない時代ですからね。当時は実機にないエリアルールを採用した長谷川版の方が高い評価だったとか。実機のベールが剥がされるとエアフィックスの方が実機に近いかなとなったわけね。では比較をしていくのだ。ふむふむ。まずは全長から。ミグ 21F13 は 14.1 メートルとのことなので72分の1スケールだと約 19.6 センチとなる。エアフィックスは 21.8 センチ。長谷川は 21.9 センチ。ここだけ見ると67分の1スケールですね。以外にも全長は同じくらいね。エアフィックスはピトー間が長いのでそれで帳尻が合いました。次は全幅ですね。実機は 7.15 メートルとなるので72分の1スケールだと約 9.9 センチとなる。エアフィックスは 10.2 センチ。長谷川は 10.8 センチで少し大きいわけね。次はクリアパーツなのだ。エアフィックスは後部もクリアパーツとなっていて長谷川は後ろの部分がクリアパーツではないわけね。ここは長谷川のミスでしょうね。そしてエリアルールね。長谷川のラインは柳越し。エアフィックスはほぼ直線。なるほどね。エアフィックスの方が実機に近しいわけね。そういうわけで同時代に作られた同じ戦闘機のプラモデル比較してみたら結構面白かったわね。今だとレベルのキットがベストキットとなるのかな。こちらもいずれ比較してみたいと思います。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。